パワハラは許さない。今すぐ署名を。パワハラ撲滅。5人に1人がパワハラ被害。政府も人権に関わる許されない行為と明言。人権侵害であるパワハラに適切な罰則と法改正を求めます。パワハラは許さない。適切な罰則と法改正を。グレーゾーンをなくし、被害者を確実に救済する法改正を求めます。現状、労働者の5人に1人がパワハラ被害を経験。厚生労働省の職場のハラスメントに関する実態調査2023年度によると、労働者の5人に1人が過去3年間にパワーハラスメント、パワハラを受けたと回答しています。しかし、明らかな暴力やバカ、死ねなどの暴言がない場合、被害者が勇気を出して声を上げてもグレーゾーンとされ、加害者や企業側がパワハラと認めないケースが後を絶ちません。パワハラは重大な人権侵害。パワハラは人権侵害です。政府広報も個人の尊厳や人格を不当に傷つけるなど人権に関わる許されない行為と明言しています。現行制度が抱える問題点。2020年6月から改正労働施策総合推進法、パワハラ防止法が施行され、企業にパワハラ防止措置が義務付けられています。同法では厚生労働省が職場のパワハラを以下の3要素で定義しています。1、優越的な関係を背景とした言動。2、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動。3、労働者の就業環境が害される。しかし現実には以下の深刻な問題が生じています。法制度上の不備。認定基準が曖昧で、業務上必要な指導等の線引きが不明確なため、企業がパワハラと認めないケースが多発。現行法の助言、指導、勧告などでは強制力が弱く、加害者、企業への具体的な制裁基準もないため、企業の取り組みが形骸化。被害者保護の不備。企業内の相談窓口が機能せず、証拠があっても企業がパワハラと認めない、または適切な対応を行わない。パワハラを報告したことで、被害者側が低評価をつけられたり、配置転換や退職勧奨を受けるなど二次被害が発生。加害者のパワハラが見逃されたり、被害者の保障制度が不十分なため、多くの被害者が転職、休職、退職に追い込まれている。このような理不尽な状況を変えるために法改正が必要です。私たちの要求。1、パワハラ認定の明確化。パワハラの認定基準の具体化と客観化。業務上必要な指導との区分の明確化。2、実効性のある調査、制裁制度の確立。労働基準監督署への強制調査権限の付与。加害者、企業への具体的な制裁基準の法制化。中立的な第三者機関による調査体制の確立。3、被害者保護の強化。相談・申告後の不利益取扱いの禁止。被害者の休職・復職時の身分・待遇保障。治療費・転職費用などの保障制度の確立。実現を目指すこと。目標。10万人の署名を集め、以下の実現を目指します。1、パワハラ防止法の改正。2、実効性ある被害者救済制度の確立。3、加害者・企業への適切な制裁制度の導入。4、中立的な第三者機関の設置による調査・認定制度の確立。この署名は厚生労働省、政府関係機関に提出し、法改正実現のための具体的なアクションとして活用されます。今すぐ署名を。あなたの署名がパワハラのない職場づくりの第一歩となります。ご協力をお願いします。最後に、私自身、上司からのパワハラ、人事部からのセカンドハラスメントに遭い、適応障害を患い、数ヶ月もの休職を強いられています。
明らかな暴力やバカ、死ねなどの暴言がないパワハラの場合、グレーゾーンとされ、会社がパワハラと認めず、被害者だけが大きな損害を受けるケースが多発しています。この理不尽な現状を一緒に変えませんか？あなたの署名が未来を変える力になります。